母島からスズメ旅です。ここは前浜の前の休憩所、そのそばの電柱にイソヒヨドリがおりました。2羽3羽ぐらいですかね。何話してるんやろ。興味深いよね。これからね、石次郎海岸っていうとこ行くんですよ。ちょうどですね、前回ウミガメ見たところのね、対岸になるんですけど、まあですね、見ての通り坂なんですよね。まあ実際はね、大した坂じゃないんだけど、まあ暑いからね。おお、海が見えた。あれ、東大脇浜のとこかな。結構いいですね。まあ、こういうシーンがあるからね、まあ高いとこいいですよね。苦手だけど。でね、結構ね、鳥の声するのよね。だからメジロなんかはね、撮ったりしたんですよ。まあ、レンズがね、ちょっと短かったんで、近くに来たのだけ撮りました。で、こちらが石次郎海岸の入り口。こっから5分ぐらいって聞いたけど、結構長そうだね、これ。坂、結構急です、これ。まあ、身軽だからよかったけどね。いつもの装備でこれ往復したら結構死ぬかもね。まあ、結構嫌っすよね、坂ってね。まあね、普通ならね、嫌だけど、まあ、始まなんでね、ちょっと頑張って行ってみます。うわー、着きました。おー、なんか、プライベートビーチ感すげえな、こりゃ。なんか前浜とか、脇浜渚公園だっけ、あっちの方よりも綺麗だね。なんか透明度高いし、青い。天気もね、回復して青空増えてきたから、まあより青いんでしょうね。まあ、たまたまかもしれないけど、もうね、完全にね、プライベートビーチ。誰もおらん。まあ、みんなね、知ってるとは思うけど、小笠原にはスズメおらんのですよ。鳥のスズメ。だけど、まあ僕もね、一応スズメっていうことで、今小笠原にいるスズメはどうだけかなーなんて考えてました。ファーストインパクトのね、興奮からちょっと目覚め、ちょっとこのビーチの周りをね、ぐるーっとね、これ、撮ってみようかなと。こんな感じなんですよ。ほんと狭いでしょ。奥にね、影ができる岩場があるんですよ。ここに荷物とか置いて遊んじゃおうかなと思います。おお、でっけえカニおると思ったら死んどりました。対岸に来ました。対岸って言っても数十メートル、20メートルくらいしかない感じだよね、これね。もうちょっと歩いてテクテクと反対まで来ました。今度はね、港が見えますね。すごい透明度だよね。売ってるね、ミネラルウォーターとか、そんな感じがします。本当に。まあ、塩味なんだけどね。ちょっとね、カメラをね、海の中に入れてみました。まあ、こんな感じですね。うわー、波が寄せてくる。これね、GoPro かななんだっけ、DJ ポケット2を持ってるんですよ。で、まあ水中のハウジングみたいなの買ったんだけど、撮影失敗しちゃいました。なんかね、ちょっと間違えちゃいました。全然ピント合ってませんでした。で、これ GoPro ちゃん。GoPro はイージーだよね。結構便利。これ、砂みたいのってサンゴなんですかね。よくわかんないけど、そういうのの関係であんまりこう、なんていうんですよね、こう、波打ち際もね、濁らないとかあるのかな。調子に乗って足まで使ってみました。磯を見てみると、これハゼだよね。ハゼいました。結構たくさんおってですね、可愛いけど、なんかこれ、ね、水嫌いなんですかね。なんか、魚だよね、ハゼって。波来るとなんかこう、上行く感じ。不思議だね。さらに調子に乗って水中潜ってみました。すると、中にちっちゃな魚がたくさんおりました。これ特に逃げないんですよ。本当にずっとね撮らせてくれて、なんだろうね、スズメダイかね、スズメダイかなんかの子供ですかね、よくわかんないけど、ちなみにね、僕はこういうのね初体験でした。こういうの感動するよね。ちょっと遠くにも白いお魚おりました。海が綺麗でね、お魚ちゃんたちもたくさんおって最
高に気持ちいいとこだね。石次郎海岸。有名芸能人の名前みたいだけどね。階段降りてきた回あったよね。母島丸が出港しますね。よーし。こちらからね、石次郎海岸からお見送りしちゃいましょう。いってらっしゃい。帰ってこいよー。次は乗るよー。母島父島のね航路は2時間なんですよ、大体ね。でまあ片道5000円ぐらい、4900円ぐらいの運賃と。でね、まあ日に2便ねある日もあるんですね。だから2便ある日なんかはうまく使えば日帰りで母島をね楽しんじゃうこともできちゃうんだよね。それでねまあね言うて母島もね泊まる価値めちゃめちゃあるんで割と大きいんですよ。だから僕もずっとね近場におったんであれですけど、ほんとね回れないんですよね。日帰りだけではね楽しめない。なのでまあもちろん連泊数泊して楽しんでいただきたいななんてちょっと思いますけど、まあ仮にまあ日帰りで母島を楽しむこともできるので、まあなんだろうな、構えずに気楽に母島までいらしていただけたらまあ嬉しいかななんて思います。ブツブツ言ってたら母島丸随分行っちゃいましたね。もう防波堤の先に行っちゃいますよねこれね。いってらっしゃい母島丸でまた海遊び。波打ち際を通るのって結構楽しいよね。もうねこうなるとねつまらんレポートとかせんでねずっとこれ流しててもいいよね。癒しの動画とか言ってね。サンゴダストのビーチに座り。みんなこの歌知ってます？小笠原丸とかね母島丸にかかってるんですよ。小笠原のアーティストおけいさんという方がですね歌ってるんですよ。浅瀬でパチャパチャ、波でふらつくけど楽しいよね。ちょっと深場にも行ってみました。足の先にはナマコがおります。いやー最高に気持ちいい。もうね最高ですよ。サイの甲です。結構ね浅瀬が多いのかなと思ったら急にねガクンと深くなるんですよね。そして海の中から母島の空を撮ってみました。太陽さんさん、いい天気、海も綺麗。石次郎海岸から前浜に戻ってきました。東屋風の休憩所があって無料のシャワーがあるのでちょっとお借りしました。シャワーから出てきたら近くに磯ひよがおりました。やっぱ坂の往復きつかったね。休憩しよう。休憩してたら目黒降りました。これしか取らんかったけどしっかり休憩したので港に向かおうと思います。途中の電柱にね目白たくさんおりました。はい、待合所こちらでですね帰りのチケット、もうね往復買えないんですよね。帰りのチケットを買って父島に行こうかなと思います。これが販売所、これがチケット4900円。名前書く紙もあったけど書かなくていいそうです。船の御朱印ということで5000円ってのがあったので買ってみました。これ他でもあるのかな。母島丸が入港してきました。待合所がさエアコン効いとらんのよ、暑いのに。しょうがないのにどうせだったらって言って外にね出たんだけど、まあ外も暑い。日陰がねあまりないんですね。もう一回海水浴したいなってぐらい汗びっしょり。まあ船で風吹けば乾くけどね。さあ母島丸に乗船しました。見てください、でっかい鯉のぼり。あれねクジラなんですよね。クジラのぼりなんですかね。そろそろ出港というところですね。島の人がね集まってきて、我々に向かってねいろいろとこう声かけたりするわけですよ。私はねもう本当に誰も知
知り合いおらんので、誰もおらんので、眺めてるって感じですけど、いいですよね、こういうのもね。動き出しましたね。目の前に歩いてるお二人、あれだな、今回のお宿のご夫婦で、手振って、僕かな、僕ですね。サングラスしてたからね。お世話になりました。ありがとうございました。行ってきます。こうやってね、別れを惜しみ感謝をして、我々はですね、次の島へ、次の町へと去っていくわけですね。本当にね、いいお宿でね、お母さんのね、手料理がまたね、毎回美味しいんですよ。他がね、もうほとんどパンとかね、アイスみたいなのしか食べれなかったからね、本当に良かったですよ。助かりました。で、お父さんもね、なかなかこうね、いかつい顔をなさってるんですけども、時折笑うんですね。これがとってもチャーミングで、本当にいいご夫婦でした。目黒と出会う旅は終わりになりました。本当にね、近場しかね、母島のね、港の周辺をうろうろしてたことでだいたい時間費やしちゃいましたけど、とってもいい島でしたね。目黒そのものもね、本当に逆に言えばね、目黒は身近なね、親しまれてる身近な鳥であるという見方もできるかなと。スズメほどではないんですよ。スズメの立ち位置はおそらくメジロでしょうね。メジロがそんな感じ。でもね、本当いい旅でした。もうね、母島にね、これから先来れるかどうかわかんないけど、ね、本当にこれが最後、ね、一度来ただけですけど、最後かもしれませんが、悔いはないですね。本当に素敵な時間でした。もう感無量です。目黒ちゃん可愛かったですね。でもそういえばね、悔いありました。動画目黒の動画をね撮ってないのですよ。全部スチールというかですね、写真なので、もし今度チャンスがあったら動画撮ってみたいかな。無理かもしれませんが、なんか雲行き怪しいよね。出港してね5分ぐらいで雨。これスコールですよね。船内には入らないでずっとね甲板でカツオドリ取ろうと思ったんだけど、これやむのかね。こういう地域だしすぐやむのかなとは思いますけど、濡れますよね。ずぶ濡れになりますね。遠くが青いんで、父島の方は晴れなのかな。波も穏やかだし、大丈夫だよね。これね、このまま甲板で待ってますかね、天気回復するので。母島がねまだ見えてる状態ですね。この状態でもう晴れてきました。ほんの5分10分こんなもんですかね。天気ちょっと悪かったのね。もうね、みるみる天気が回復して、青い海と青い空、それに囲まれた白い船という感じで、とても快適な航海になりそうですね。まだ雨の雫が残る母島丸。なんか雨上がりっていいよね。なんか爽やかな気分になるよね。で、母島丸のスペックね、こんな感じらしいんですよ。よくわからんけど。カモメですかね。なんかマスト止まれたいみたいですけどね、止まれないと。なんかね、細い線がいっぱい出てるんですよね。止まりづらくするためにね。
おお、カツオドリ登場。なんだ、加速していくと獲物が見つかったのか。でも遠くまで行くねこれね。近くだったらね結構良かったんですが、まあ来た来た来た。通り過ぎるのかなと思う。止まっちゃったね。カツオドリとね遊んでるとね、2時間の航海なんてあっちゅう間んすよ。ほら、父島が結構大きく見えました。ボニンブルーの海に白波が立ち、白波のところにですね、母島丸のシルエットがこう浮かび上がってくる。まあこういうのもいいね。僕はねあんまり興味ないんやけどね、クジラとかイルカもねほんとたくさんいるそうです。まあシーズンは寒い時期なのかな。この時期じゃなくてね、でもいますよ、いるらしいですよ。でこんな泣いでるとね、こうカツオドリが低空飛行すると映るわけですよ。まあかっこいいっていうかですね、美しいというかですね、まあなかなかね、狙っていかないと取れない部分ではありますけど、たまたま取れました。よかったですね、ほんと。これはね、多分二見港のそばの集落ですね。ビーチがあるんですよ。海水浴とかね、シュノーケリングとかね、いろいろできる上にですよ、こちらもですね、ウミガメがね、産卵に来るんですよ。産卵はね、なんか早朝とかね、深夜だっていうんでちょっと行けないと思うけど、ビーチはね、これ一番近いんでね、宿からも近いんですよ。だから行ってみたいなぁなんて思っております。お、父島丸？父島丸じゃない、小笠原丸だよね。小笠原丸がおったね。そうなんだよね。これ小笠原丸。で、こっちは母島丸。母島丸。ね、こっちは。間違えちゃうね、なんかね。ほら、小笠原丸。愛と青春の船。まあ僕は2回しか乗ってないけどね。みんなのね、夢や希望やね、青春を乗せてね、何度も何度も小笠原に運んだ素敵な船です。またね、帰りにお世話になりますけど、しばらく僕は父島で、骨休めとなるか、骨休めにならないのかな、分かんないけど、基本僕ね、今回は本当に休養のつもりで小笠原来てるんで、まあ楽したいんですけど、実際に楽できてないというかですね、なんだかんだハードに動いてしまうという感じでございますね。さあ、いよいよ接岸のシークエンスに入りますよ。これまたぐるって回るんよね。船って面白いよね。なんか一見不器用に見えるけど小回りするのよね。萩のね、萩の船もねそんな感じです。狭い港でね、ですよ、水はめっちゃ綺麗ですよ。小笠原に匹敵するんじゃないかな。すごい綺麗ですよ。でね、いろいろ3隻大島、相島、三島ってねあるんですけど、それぞれ名前がついててね、いろいろね、いるんですけど、みんなね器用にくるっと回ってね接岸するんですね。これもねそんな感じだと思います。回ってきましたね。でも母島丸の方がなんかコンパクトに回ってるような気がする。渡船場も見えてきた。そろそろ接岸ですね。さあいよいよ接岸です。この瞬間が結構好きなんだよね。これにて今回の動画はおしまい。次回からは父島編をお届けしたいと思います。それでは皆さんまた会いましょう。またねー。すずめ旅。